ようこそ俺のハクスラチャンネルへ。本日はヴァンパイアネクロのビルド紹介していこうと思います。最初はスキルの説明をして、その後ビルド指南、動画の最後には装備の選び方も紹介します。よければ最後までご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。まずはじめにワールドボスの動画を見ながらスキルを見ていきましょう。ヘルタイドやダンジョンでもこのスキル回しで対応できます。まずはじめにアイアンメイデンで呪いをかけます。このスキルを2段階まで強化すると敵1体につき精髄が5増え、さらにその敵を倒すと体力の最大値 5% が回復します。敵を呪ったらこのキャラのメインスキルブラッドサージで攻撃します。ブラッドサージも2段階強化すると攻撃が当たるとライフが増えて、さらにオーバーパワーでダメージを稼いでいきます。こちらのスキルは上記のダンジョンをクリアすると付与できるようになり、ブラッドサージがさらに強くなるので、ネクロマンサーでプレイしている方は早めに攻略しましょう。ミニオンを使わないネクロマンサーのビルドでは、このオーバーパワーをどう使うかがキーになってきます。オーバーパワーの上げ方としては、スキルからはラズマの活力、血潮などが上げられます。オーバーパワーのスキルはライフの状態が健全か8割以上で有効になるので、ライフの状態には常に気を配りましょう。スケルトンメイジを生贄にすることでオーバーパワーをさらに高めることができます。スキルをアンロックしたら優先的に使っていきましょう。オーバーパワーダメージが上がる武器を選び、さらにソケットにルビーを埋め込んでオーバーパワーダメージを高めましょう。武器にはクリティカルダメージアップや全ステアップ、オーバーパワーダメージアップのオプションを優先的に選んでいくといいでしょう。他にもオーバーパワーのダメージを上げるアビリティがあるので活用していきましょう。精髄が切れたり死体が足りなくなったら基本スキルのカマキリを使っていきます。このスキルはコープエクスプロージョンのスキルにつなげることができるので便利です。さあ次はみんな大好き地対爆弾です。これも強化スキルによって効果範囲が 15% 拡大し、脆弱状態のモンスターに追加ダメージを与えます。コープエクスプロージョンには弱体が入りましたが、依然として強力です。標準スキルの引き下がり値血肉によってさらに死体が増えます。こちらのユニークアビリティを紹介します。こちらのアビリティは地対爆弾が即座に爆発せず、スケルトン爆弾となってランダムにモンスターに突撃する神スキルになっております。こちらがあるとヘルタイドなどが格段に楽になります。次はボーンプリズンですね。このスキルは精髄が欲しい時と脆弱をモンスターに追加する時に使います。最後にボーンストームを紹介します。正直ブラッドサージにオーバーパワーがしっかり乗っていればボーンストーム必要ない感じですが、発動中クリティカルヒット率が上がるのでダメージを底上げできます。次はスキルツリーを見ていきましょう。まずはカマキリからスタートし、基本スキル、コアスキルとスキルを伸ばしていきます。
オーバーパワーのために致死量は優先的に振りましょう。このパッシブスキルメメントモリも生贄ボーナスが増えるので優先的に振りましょう。プラズマの活力もマストです。死者の書も見ていきましょう。スケルトンウォーリアーはディフェンダーを選ぶとティア3ナイトメアの大半のモンスターから生存率を増やします。死なない人はスカウトでクリティカル率を増やすのもありです。スケルトンメイジは迷わず骨を選び、オーバーパワーをさらに上げていきましょう。ゴーレムは血を選び、ライフ最大値を上げましょう。死なない人は鉄を選び、クリティカル率を増やすのもありです。長くなりましたが、最後に装備紹介をして終わりたいと思います。動画用にビルドをしょっちゅう変えるので、まだ装備が揃いきっていませんが、武器は両手武器をおすすめします。普通にパワーが強いのと、高ステータスがつきやすいのも特徴です。優先するボーナスは、オーバーパワーダメ、クリダメ、クリ率アップ、オールステータスアップなどがおすすめです。ライフを健全に保つために、ブラッドオーブを落とすレジェンドボーナスもおすすめです。本日は最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。最後にチャンネル登録まだの方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm